皆さんこんにちは。ミルキーウェイチャンネルです。ミルキーとウェイでミルキーウェイ。はい、今回は記念すべき初回ということですので、我々がこのチャンネルを始めた理由、簡単な自己紹介、そして引き寄せの法則についてカバーしたいと思います。まず始めた理由なんですけど、私たちは別々のところでスピリチュアルに関する経験と理解を持っていたのですが、縁があって出会いまして、ミルキーさんと僕は定期的に会う機会があるので、いつもスピリチュアルの雑談を毎週のようにしていました。その雑談の内容がとても面白いと思ったので、YouTube に出して皆さんにもシェアできたらいいなと思ったのがきっかけです。次ですが、ミルキーさんの簡単な自己紹介をしてもらいましょう。ミルキーさん、どうぞ。はい。はじめまして、ミルキーです。小さい頃から今の科学では説明できないような不思議な現象や霊体験などスピリチュアル的なことはよく経験していて、自分自身でもそういった現象が何なのか知りたいっていう興味はあったのですけど、実際にスピリチュアル活動を本格的に始めたのは15年くらい前ですね。最初はヒプノセラピーを2年間ほどクライアントとして受けていて、で、しばらく続けた後にヒプノセラピストになる講座に通いまして、今度は自分自身がヒプノセラピストになるための訓練を積みました。ミルキーさん、ヒプノセラピーって何か説明してもらってもよろしいでしょうか。はい。ヒプノセラピーはもうすでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、日本語では催眠療法とも言います。はい。簡単に言いますと、催眠を用いてその人の行動のパターンを変えていく代替医療の一つです。はい。ヒプノセラピーでは手術を受ける相手に言葉がけをしながら誘導することによって、過去に忘れていた記憶や人によっては生まれてくる前の記憶にまでも遡っていくことがあります。はい。そしてその人の今現在の行動のパターンの元となっている出来事を見つけ出して、自分自身を理解することに役立てたり、直したい癖などがあればその思い癖を直してより良い方向に向かっていくという、そういう目的の療法になります。はい。その時、私はずっとヒプノセラピーのトレーニングを受けていたのですが、自分の能力に合った方法を先生の指導のもと模索していった結果、ヒプノセラピーとは別に直接その人が生まれ出た魂の光からのメッセージをいただき、それをお伝えするようにもなりました。あと、ミルキーさんはオーラも見えるんですよね。はい。オーラとして色や光などが実際に目で見えるようになったのは、本当にここ2、3年のことです。それまではオーラは感覚として、その人の魂の質や、今その方がどういう環境や状況に置かれているか、といった情報を捉えていました。はい。あと、霊的な不思議な体験も小さな頃から何回か経験していました。霊体験ですか。少し詳しく説明していただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね。まだ子供の時はそういった存在は音で聞こえてきたり、手を引っ張られたりといった経験が多かったのですが、はい。最近ははっきり目で見えることが何度かありました。はい。まあ、あんまりはっきり見えすぎると、それが果たして霊なのか生きている人間なのかがわからないので、あんまりはっきり見えることが続いた時には、よく周りの友人に
自分が見えてる存在が他の人にも同じように見えてるのか確認しないといけない時もありました。はい。あと、光のメッセージとかを下ろしてきて、その人のクライアントさんの人生の目的とか、そういうのをはっきりさせるってこともやってますよね。はい、そうです。その人の魂が出てきた元の光っていうのは、やっぱりその方の人生が少しでも良い方に向かうようにって常にいろいろなメッセージを発信しているんです。はい。そのメッセージを下ろすときには、私はちょうど受信機みたいな役割なんですけど、光とつながることによってメッセージを受け取り、その方にお伝えします。はい。光からのメッセージをお伝えして、その方がより良い人生に進んでいかれると、光自身も大きなエネルギーを発することができます。はい。他には何かありますか？はい。あとは予知夢とかも小さい頃から定期的に見てますね。はい。私の予知夢はほとんどの場合、自分自身が何らかの形で関わっている未来を見ることが多いのですが、時には私の周りにいる人たちに関する未来や、この世界の未来の出来事なども夢として見ることがあります。はい。ありがとうございます。あと番組の形式なんですが、基本的に、僕、ウェイがミルキーさんやミルキーさんを通してつながる光に質問していく。そういった形になると思います。できるだけ思ったことをありのままにと思ってますので、内容については一切責任とかは負いませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ではですね、今日のトピックである引き寄せの法則について話していきましょう。最近、巷でも結構話題になってますよね。ミルキーさん、引き寄せの法則について説明していただいてもよろしいでしょうか？はい。引き寄せの法則とは、この世界はすべて私たちの概念からできているという考えをもとに、自分の中にある概念を使って人生をより良いものに変えていく思考法になります。ポジティブな思考を持てばポジティブな体験、ネガティブな考えを持ち続ければその通りネガティブな経験が寄ってくるという理論は、多分皆さんもどこかでお聞きしたことがあるのではないでしょうか。はい。実際の方法としては、自分自身の理想の状態を今現在そうであると肯定し強く思うことによって潜在意識に働きかけ、理想の状態を作っていく。それが引き寄せの法則です。例えば自分がこうなりたい、ああなりたいと思ってるとしますよね。はい。その時にこうなりたいというように思っていたら、未来の自分も今現在と同じようにこうなりたいって思っている状態の自分になってしまうので、これは引き寄せの法則になりません。実際によく言われていることなのですが、大切なのはこうでありたいという願望を持った自分ではなくて、今現在自分はこうなのだというすでに願いが叶った状態の自分をできるだけ詳細にわたってイメージして感じることです。実際、ミルキーさんは何かやってらっしゃるんでしょうか？はい。最近私は音響効果で自分の脳波を変えていくというプログラムの CD を買いました。そのプログラムの中のテーマの一つに、1ヶ月後のなりたい自分を明確にリストに上げて、その上で音響 CD を1ヶ月間聴き続けるというものがありました。はい。潜在意識にフォーカスして、そのなりたい状態を思い浮かべ、まあこれは口に出しても出さなくてもいいのですが、私はこうなっている、私はこうであるといったことをとりあえず唱えて、
1ヶ月後の自分がこうでありたいといった姿を想像する、そういった練習をやってみたんですね。はい。で、その時に実際にはちょっと無理かなーって思うようなこともこうであるというなりたい自分のリストにあえて加えてみて、その CD を1ヶ月間ずっと試しに聴いてみたんですけど、はい。面白いですね。そうですね。それが終わった時には特に変化を感じなかったのですよ。ああ、こういうものなのかなーって感じで感じてたんですけど、その CD を1ヶ月間聴き終えたそのさらに1ヶ月くらい後になって、急に自分の環境が変わりまして、その CD を聴きながらこうであると言っていたことが本当に現実に起こりました。はい。その時に私は引き寄せの法則っていうのは確かに存在するんだって感じました。はい。僕もですね、ムリキーさんと同じような CD を持っていまして、最近は寝る前に毎日聴いてます。僕の CD の場合は、1年後のことなんですけども、やはりミルキーさんがおっしゃってたように、1年後の自分を明確にイメージするという形です。まず1年後にどうなってるのか、なったつもりでイメージすること。そして自分がどこにいるかイメージします。何を達成したかイメージします。そしてそうなった時の気持ちをイメージする。そういうことをして引き寄せていくんだと思います。成功哲学で有名なナポレオンヒルの言葉にも、人間は思った通りの人間になるというものがあります。もしあなたが負けると考えているなら、あなたは負ける。あなたがどうしてもと考えないなら、何一つ成就しない。もしあなたが勝ちたいという思う心の片隅で無理だと考えるなら、あなたは絶対に勝てない。我々がこの世の中から見出すものは、成功は人間の意志によって始まり、すべては人間の精神状態によって決まります。最後まで成功を願い続けた人だけが成功しているではないか。もしあなたが勝てると考えるなら、あなたは勝つ。向上したい、自信を持ちたい、高い地位に上りたいと考えるなら、勝利を得る前に必ずできるという信念を持ち、あなたがそう願い行動するなら、あなたはその通りの人になるということです。少なくとも僕はそれを信じています。実際昔見たテレビからなんですけども、ボクサーが天井に俺は世界チャンピオンだという紙を貼って寝る前にそれを見つめながら就寝したらしいです。その人は実際にチャンピオンになりました。私も1年後に住みたい場所や手に入れたいもの、そういったものをカラー写真でプリントして天井に貼ってます。1年後なんですね。じゃあまだ途中経過ということなので、その結果を楽しみにしています。はい。あと、ただ思ってるだけではダメだと思いますので、実際にそうなり得る種まきをしていくことが大切だと思います。この YouTube チャンネルも種まきの一つですね。何かアクションをするということは大切ですね。この世の中は人間の概念でできているとミリキーさんもおっしゃっていましたが、この宇宙はあなたが思った、想像したものだと思います。思ったことは実現すると。ですから、もちろん皆さんが頑張っていることが前提なんですけども、皆さんがやることとかを否定する、あるいはネガティブな思考の人とはあまり関わらない方がいいと思います。私の知り合いに常にネガティブな人がいたのですが、その人は普通に見れば良い仕事についていて、幸せなはずなのに常にネガティブなことを言い続ける人でした。実際その人の運勢っていうのは非常に悪くて、いろんな不幸が舞い込んできてたんですけど、やはりそういう人といると、あなた自身の運気も悪くなると思います。あと、ミルキーさんに質問なんですけども、
気の流れを良くするために、断捨離とか掃除とか、そういったものって効果があるんでしょうか？いいんじゃないでしょうか。新しい綺麗な気が部屋に入ってこれば、幸運も舞い込みやすくなると思います。ありがとうございます、ミルキーさん。ということで、記念すべき初回の放送でした。皆さんに幸福が訪れますように。また来週。